白符の国王デルバッケン2世をご存知だろうか。1543年ドーボロニア帝国で皇太子として生まれた彼は、幼い頃から恥ずかしがり屋で病弱で、人前にほとんど出ることがなかったと言われている。父親のゲオルデート5世が崩御すると、新たに国王に就いたデルバッケン2世は驚きの姿で現れた。白い布を頭からかぶったその姿は、国王の品位や権威からは遠く離れたものだった。白符の国王と呼ばれたデルバッケン2世は結果、亡くなるまで素顔を見せなかったという。これにはさまざまな憶測が飛び交った。恥ずかしがり屋説、皮膚病説、そして女性説。1981年、歴史学者のウルズラング氏はデルバッケン2世の正体をさまざまな調査で明らかにしたと発表した。その正体とは一体何だったんだろうか。1543年、ドーボロニア帝国皇帝デルバッケン2世は皇帝ゲオルデート5世の皇子として誕生した。彼は幼い頃から体が弱く、人前に出ることはほとんどなかったという。初めて民の前に姿を現したのは、父であるゲオルデート5世の崩御後、新たな皇帝として即位した時のことだった。初めて皇帝デルバッケン2世を目にした民衆はその姿に驚愕した。デルバッケン2世は頭から白い布をかぶり、声も発さず、皇帝の権威からは程遠いものだった。その姿は、彼は民から白符の国王と呼ばれ、亡くなるまでの17年間皇帝を務め上げた。彼はなぜそのような姿をしていたのか。歴史学者のウルズラング氏は彼の正体に関して自身の著書でこう記している。同部の長い歴史の中でデルバッケン2世はとりわけ目を引く存在であると考える。白符の国王の正体は当時の民だけでなく、後世に至るまで最大のミステリーとして語られる。父ゲオルデートが亡くなった後、彼に関する文献や絵が突如として現れた。文献によると、彼は幼い頃から気弱な性格で、体格は小柄、肌は白く病弱だった。さらに皇帝に即位したデルバッケン2世は腹囲に深刻な病を抱えていたことから、常にお腹が膨れており、皇帝では珍しく皇后マレディナだけを愛し、妾を取らなかったという。この特徴から、私はデルバッケン2世が女性だったのではないかという仮説を立てる。この説に関しては過去にもしばしば提唱されたことがあったが、さまざまな圧力によりその風説は消えかかっている。しかし今一度デルバッケン女性説をここに唱えたい。デルバッケン2世の女性説には過去にもさまざまな歴史学者が挑んできたものの失敗に終わっている。それは当時のドーボロニア帝国とオルドン教の密接な関係が原因だった。オルドン教は女性や妾の子を皇帝にすることを禁じていたのだ。特にゲオルデート5世は敬虔なオルドン教徒であったため、世継ぎに女性を据えるなど考えられなかったのだ。そのため歴史上正当な男子血統を重んじる王室支持者たちはこの説を許さなかった。だがラング氏は続けて女性説をこう論じる。女性説の中で最も有名なのが、デルバッケンの正体を次女タランシスだとする説である。次女タランシス、ゲオルデート5世に仕えた少女だった。彼女は次女の中でもとりわけ皇帝の寵愛を受けており、年齢もデルバッケンと近しいことが知られている。寵愛をされていたにもかかわらず、ゲオルデートがタランシスを妾にしなかった理由を、タランシスが娘だったからではないかという説があるのだ。さらに疑問は浮かび上がる。次女タランシスを仮にゲオルデートの娘とした場合、一体タランシスの母親は誰なのか。ゲオルデートには皇后の他に非公式な妾が5人いたと言われている。
女性説否定派はタランシスがゲオルデートの妾の子であり、王位継承権のない娘だったと主張する。一方、デルバッケンの正体が次女タランシスではないかと論じる者たちは次のように主張する。ゲオルデートは皇后との間にデルバッケン2世とエンタレという2人の男子を授かった。だがエンタレは幼少期に亡くなったため、デルバッケン2世が唯一の王位継承者となった。唯一の王位継承者にもかかわらず、デルバッケンの幼少期時代の文献は病弱であったという記述しかない。残されているものの多くは、ゲオルデートが次女と命打たれたタランシスを寵愛したということばかりなのだ。王位継承者よりも文献に登場する彼女こそデルバッケン2世の正体に他ならない。この論争は長く行われてきた。しかしこの問題に関する文献はすでに底を尽きており、現在議論は平行線となっている。ラング氏は改めてデルバッケン女性説を論じるにあたり、新たな説を唱えた。なんとそれはデルバッケン2世の妻であったマレディナ皇后の男性説である。ラング氏はこう語る。長く語られてきたデルバッケンイコールタランシス説にも限界が来ている。新たな視点でこの謎を解かなければならない。私が注目したのは影の存在となっているデルバッケンの妻マレディナ皇后である。デルバッケンが女性であるとするならば、マレディナ皇后とは一体何者なのか。マレディナ皇后はドーブロニア帝国内に18カ国存在した王国の一つ、ハウラ王国の王女である。このハウラ王国で不可思議な文献を見つけたのだ。文献によると16世紀中期、ハウラ国王ガノーバ王には子供が5人おり、4人の男子、1人の女子だった。この1人の女性がマレディナである。しかしこの家系に関する文献は奇妙だった。マレディナが当時皇太子だったデルバッケンと成婚したのは1560年。その2年前の1558年にマレディナの兄であり次男のリシュワー王子が病死している。だがこの次男の葬儀は非常に簡素なものだったという記述があるのだ。ガノーバ王はなぜ息子の葬儀を大掛かりなものにしなかったのか。もちろん当時のハウラでも多くの人が不思議があった。その答えは当時の側近が書いた手記に記してあった。王は皇帝とお話しになった後、奇妙なことをおっしゃられた。弟君を妹君として嫁がせよと。長くこの手記が表沙汰になることがなかったが、この一文に真実のすべてがあった。マレディナ皇后の正体はマレディナ本人であり、リシュワー王子でもあったのだ。ラング氏のここまでの指摘をまとめると次のように言える。皇帝ゲオルデート5世にはエンタレという世継ぎの男子がいた。しかし幼くして亡くなり、また次に生まれた子供は女の子であった。皇帝は敬虔なオルドン教徒であったため、女性や妾の子を次の世継ぎにすることはできず思い悩んだ。そこで生まれた女の子を男子として養育することにしたのだ。しかし本人をあまり表に出せばオルドン教会に真実がバレてしまう。そこで病弱を理由にデルバッケン2世を表沙汰にせず育てた。城内で女の子がいたという噂が出回ることを嫌い、タランシスという次女の存在を作り上げ城内に住まわせたのだ。だが次女タランシスことデルバッケン2世も成長し、成婚しなければならない年齢となった。皇帝はこの時帝国内でドーボロニアの次に力のあったハウラ国王ガノーバにとある依頼をする。さらなる世継ぎのため男性の皇后を求めたのだ。この皇后こそマレディナの名を借りたリシュワー王子だった。ガノーバ国王はリシュワーを病気で亡くなったと偽りの葬儀を執り行い、一人娘マレディナの名を冠しドーボロニアに送ったのだ。こうして女性であるデルバッケン2世は世継ぎを残すことができるようになった。それに付け加え
ラング氏は当時の政治バランスと白符の理由をこう論じる。この説には2つの疑問が生じる。とはいえ、なぜ白符をかぶせたのか。そして、権威的な姿でないデルバッケン2世は、なぜ帝国を治めることができたのかである。前者の疑問は単純であった。当時、異性層、つまり女性が男装することは宗教上ご法度だったのだ。敬虔なオルドン教徒であったゲオルデート5世は、女性であるデルバッケン2世を世継ぎにする一方で、その他の規律は守ろうとしていたのではないか。この白符は当時、皮膚病にかかった貴族などが用いていた。女性であることを隠すため、病気であるということを前面に押し出したのだ。次に、病弱であり、権威的な姿でない皇帝がなぜ帝国を治めることができたのかという疑問に答えたい。その答えはハウラ王国にある。当時、帝国内には18の王国があり、その中でも力を持っていたのがハウラ王国だった。ゲオルデート5世は弱きデルバッケン2世の後ろ盾にハウラ王国をつけたのだ。また、ゲオルデート5世はハウラ国王による裏切りの可能性も考えていたとみられる。マレディナ皇后の正体はリシュワー王子であることは前述した通りだが、当のマレディナ本人の所在は分かっていない。おそらくマレディナ皇后はリシュワー王子とマレディナ本人の二人一役だったのではないか。デルバッケン2世と愛し合ったのはリシュワー王子なのだが、表に出るときはマレディナ本人が出ていたと考えられる。これはハウラ王国にとってはある意味人質の役割でもあった。息子と娘を人質に取られれば、秘密を知るガノーバ国王もデルバッケンに対して反乱を起こさなかったのではないか。こうして女性であったデルバッケン2世と兄弟の二人一役だったマレディナ皇后の秘密は限られた王室から出ることなく今日に至るのだ。ゲオルデート5世はたびたびオルドン教に陶酔した無能な皇帝と揶揄されることがあるが、本当の姿は娘の真実を隠すためオルドン教に陶酔していると演じていたのではないかとも取れる。あなたはどう考えるだろうか。